電子工作ソボルを使うまでの調整とジグ2。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。水平にレーザーを当てて回路描画試験をしています。最後にパターンの枠線をなぞっています。外周をたどっています。残りのパターン外周をたどって終了です。レーザー焦点距離調整ジグ。これはレーザーの高さを決めるためのジグです。 75×75×7T で作りました。接着剤の厚みを多く見積もったので 0.3mm のアルミを足しています。このようにして使います。エンクロージャーした 7mm がレーザーの焦点です。ハニカムテーブルもどきです。制作はこの後の動画をどうぞ。テーブルを使うと 20mm 高くなるので下駄を履かせます。これで使えるようになりました。それでは動画をご覧ください。ハニカムテーブルもどきの計画図。レーザー用にアルミアングルを加工してハニカムテーブルもどきを作ります。アルミメッシュやビスなどの在庫材料もフル活用します。一緒にレーザーの焦点を合わせるジグも作ります。とは言っても焦点が保護エンクロージャーした 7mm なので 7mm の板を作るだけです。周りに 20×20×2T のアルミアングルで枠組みします。底板には 300×200×2T のアルミプレートを使います。レーザーカットした時反射して光ります。ハニカムテーブルもどきの製作。丸ノコテーブルを使ってアルミアングルを45度で切断します。使用材料です。ハニカムではないですがこのアルミメッシュ在庫を使います。製作図に従って加工していきます。切断したアングルをテープで留めて固定します。コーナーを固定する金具です。丸ノコカゴにも使いました。これを使って直角を維持します。底板プレートとのクリアは 1mm の予定です。残りのアングルを使ってアルミメッシュを固定します。
こんな感じで2枠との間でメッシュを挟み込みます。枠をビスで閉じました。コーナーには開き止め金具も入れました。アルミメッシュをカットしました。壁紙を貼るときに使うローラーですが、これで少し平らにします。金具を外してアルミメッシュをこの4点で固定します。底板のアルミプレートに L 金具をつけてサポート用の穴を開けました。サポート金具を取り付けていきます。上下のサポートも取り付けます。メッシュを留めるアングルの固定が終わりました。金具を外してメッシュを取り付けます。固定が終わりました。取り付けたアングルの上面でメッシュを押し付けて押さえます。枠との固定は最初につけた L 金具で固定します。側面に穴開けが必要です。これで完成が見えてきました。側面の穴開けが完了しました。ビスで閉じていきます。完成しました。レーザーの組み立て。 FF80 アウトプット 10W レーザーを組み立てます。配線接続も至って簡単です。コネクター識別シールも貼りました。この表示のついているコネクターを2個差し込みます。説明書のように背面のタップに閉じ込みます。作業開始です。4本の化粧ビスを緩めてマウンティングプレートを外します。六角レンチを使ってペンホルダーを外します。あとは短い方のビスで閉じ込むだけです。
できました。元のように4本のビスで固定します。ケーブルを接続します。動画の方向は逆ですが、コネクターを見て左がレーザー、右が PWM です。どちらも 2P のコネクターなので注意しましょう。基板に小さい印刷がある以外、説明書には載っていません。さて、この FF80 出力 10W レーザーの焦点距離ですが 45mm です。保護エンクロージャーは 38mm なので、この 7mm 下が彫刻面です。使い方はビデオの冒頭に戻ってください。最後にプレライティング動画をご覧ください。プレライティング動画。ソボルに文字を書いてもらっています。方法は後ほどの動画でご紹介します。プリンターと違って筆圧のある文章も一興かもしれません。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。